皆さんおはようございまおはす。ようございます。僕たちはハイエースで日本一周している夫婦です。現在徳島県です。今日は祖谷の桂橋をメインにその周辺を回っていきたいと思います。温泉もあるとのことなので秘境の地で温泉に入ったりしながら高知県を目指して長距離ドライブをしていきたいと思います。現在時刻がちょうど7時なのでちょっと早めのスタートになります。鳴門市からの移動になりますので少し移動も長くなりますけども、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。今回もよろしくお願いします。最初の運転は私が務めてまいります。はい。今日はなんと久しぶりの100キロ超え。120キロぐらい走る。もっとか。2時間半ぐらいかかります。途中山道が来るまでは私の方が運転して山道に入りそうになったらりょうくんに代わりたいと思います。本当にこれから行く場所は四国の中でもまだ通ったことがない場所ですし、高知県も初めてなんで楽しみです。だいぶ日が昇る時間も早くはなってきたんですけど、まだ朝は寒いですね。前は10度行ってない時もあるか。今日はなんと5時に起きて、珍しいそんな早く起きるなんて。5時に起きて準備と YouTube とやっておりました。カメラに映ってるかどうかわかんないんだけど、まっすぐ先の山がまだ雪がかぶってますよ。本当だね、遠くに見える。ね、古着山に初登山をしに行きたかったんですけど、初心者でも登りやすい山らしくて、結構標高は高いんだけど、でリフトが出てて、山頂の付近までリフトで登って、ここから行きやすいところを登山して、帰りは自分の足で降りようみたいな風に考えてで調べたら、まだ山頂の方は雪だしってことで、リフトも出てないし、ちょっと危ないなと思って今回やらなかったんだけど、ちょっと残念。11月中旬ぐらいまではリフトが出てるらしいので、してみたかったんだけどね。すごい綺麗だったからさ、景色が。福島県美馬市にあります今の里にて運転交代いたします。前にトイレに行かせてください。トイレ。それでは運転変わりまして、寮生が新に妻を祖谷の桂橋まで届けます。いやーって言うんです。いやー、変態。変態ではない。カフも絶賛待っていると思います。今日はもう朝から起きた時からだいぶムズムズはしてて、ちゃんと薬を持ってきてたことにより去年よりかはマシなように感じますけど、早めにね薬も飲むようにしたからなんですよ。毎日錠剤の薬と鼻のシュッシュをして備えております。シュッシュっていう点鼻薬。出発してから約2時間経って、半分ぐらい運転してきたわけなんですけど、今から行く桂橋のところらへんもかなり細道というふうには見ているので不安ですが、これまでね Google マップさんのおかげで数々の過酷な林道を走ってきましたから、過去一は大分ですからついちゃん何か所削るかもって思った。私命覚悟したもん。これで落ちてもしかしたらって思うぐらい覚悟した、林道を通ったことがあるから、林道は恐怖症やもん。1時間ちょっと走っていきます。57キロ。よろしくお願いいたします。はい。とりあえず道が狭いっていうより道がくねくねって感じ。整備されてるね。力来ると。走りやすいです。全然。見てください。杉が杉。わわわわ。杉がありすぎ。わはは。面白いな。お読みすぎ。わはは。面白くないな。もうそろそろ着きますが、駐車場は有料駐車場になってます。いくつか駐車場があって、値段が300円から500円ぐらいとまちまちらしく、一番安いっていうところをめがけて行っているところです。一番安い P って。そう、この一番安い P、ここも300円や。ペイが使えないかも。でもこのことなんじゃない？滝見駐車場か。だいたい到着が僕ら10時10分ぐらいです。まだ全然人はいる様子はない。少なめのように感じます。到着しました。あっという間やったね。すぐや。あった。わあ、それよりも川が超綺麗。
川あー、綺麗。やばい。透明だけどかなり深い。深い？深い。こっち側。一旦行ってまいります。いってらっしゃい。俺はここから見ておきます。いってらっしゃい。あ、できた。さあ、彼女は渡り始めました。こっちを見ています。こっちを見て、手を振っています。見えるでしょうか、ここにちょびっとおる女の子。女の子といるにはちょっと大きすぎるでしょう。右側に捕まりながら、歩いております。怖いというジェスチャーをしまして、4分の1ほど行きました。ああ、怖いと言っております。まあ、木の橋だから怖いんだろうけど、こう、捕まり立ちをしておりますね。こっちを見て、手を振るのかなと思ったら、手を振らないかな。あ、振った振った。はい、捕まり立ちして、はい、あんよ、あんよ。橋の真ん中を過ぎて、橋のもうすぐ4分の3に当たります。結構距離的には短いですね。当たったー。渡り終えたー。おそらく。帰り。怖かったんだけど。本当に遠くから見てたらあんまり表情見えないから。そうだよね。舐めてた。結構一番渡ってきた橋の中で怖かった。へえ。何が怖かったの？行ったらわかる。結構今ふわふわしてるもん、まだ。揺れるんだ、思ったより。かなりスリルがある、この橋。そんな撮ってる余裕ないか。まあ、楽しんできて。なんか林道みたいな歩いていくのも気持ちいいですね。距離が意外と短いからあっという間な気がするんですが、ペイペイ使えますと書いてあります。橋の手前に桂橋管理小屋っていう支払う場所があるみたいです。入場料550円です。これでわかります。なんか書いてるからすごいいい雰囲気。かっこいい。では渡っていきます。すごい。思ったより出てきます。意外と間が空いてて足が止まりますね。こんな景色です。網があそこにいる。網が手振ってます。確かにスリルはあったんだ。水が綺麗やな。もう渓谷のような景色が素敵です。こんな感じ。中の方がだいぶ揺れますね。ほんとなんか映画のインディ・ージョーンズとかドンキーコングの世界で出てきそうな橋。よくありがちなのが向こう側で橋がブチってちぎれて落ちていくからそこを走っていくっていうのがよくあるんですけど、大人数で歩くとすごい揺れるはず。木だね。くるって言われる。全部の巻きつけてやるんですね。まあ、一度は渡ってみて、天気が良ければすごく綺麗なので、渡ってみる価値はある。3年に一度、桂橋の架け替え作業っていうのが行われてるそうです。次が令和9年だそうです。じゃあもう今年終わってたんだね。そうそう、今年やってるみたいなの。じゃああれ新しかったね、最新。水を吸い上げなくなる晩秋に取って、運んで、作業で外していくんだって。大変な作業だな。古いカズラが取り除かれ、ワイヤーとさなぎだけになったカズラ橋は姿勢がないためよく揺れる。そうやわね。こう工程があるんだね。それをすごい手が凝って付け替えてるんだね。大変ですよ。しっかりしてた多分昔からこれをやってるんだろうね。もともとは生活に使われてた道だったけど、今はもうシンボルとしてということになってるみたいです。滞在時間は短めですが、1時間いればもう十分でしょうね、かなり。そうですね。駐車料金と入場料金だけはかかることにはなりますが、行ってよかったなと思いました。はい。お昼ご飯にイヤそばを食べに行きたいと思います。今日は朝スタートが早かったからいい感じですね。いい感じじゃん。まだ11時8分です。理想としてる時間の終わり方ですよ。お昼前にちょっとご飯先に食べて次の場所へ移動すると。はい。これが理
磯の観光でございます。そう、磯の観光。天気もいいし、いいですね。本日のツアー、ガイド担当です。よろしくお願いします。寺田中井さんですか、もしかして。中井です。中井さんですか。はい。もう今日のツアーはまるでリッチな旅館にいるかのような気分を味わっていただきたく担当させていただきます。あら、以前のような中井さん、トゲトゲしさがなくなりましたね。ハキハキとトゲトゲしていたよ。トゲトゲはしていませんよ。ハキハキしていた。すごく失礼なお客様ですね。そんなお客様にはあもう優しくはできません。これにてツアーを終了させていただきます。通ってきた道を戻ってるわけなんですけど、降りてくるとき気づいたのが左上にある。いやー怖い。今日はお蕎麦でございま通ってきてないか。す。取ってきたよ。通ってきたよね。降りてきた。行ってない。本日終了って書いてある。なぜに？もう閉まっちゃってんの？この今日今日やってるかったよ。営業になってたけど。お前やがっとさ。やっと着いたのに。さっきの美人そばに戻ります。そうだね。いや美人ってとこいや美人の方に行くか。あら残念。あった。いやー。美人になっちゃいや。そういうことじゃない。違う。そういう意味じゃないのよ。こちらは空いてそうですね。よかった。まだ人も少ないかな。いや美人という蕎麦屋に来ました。日本三大秘境、祖谷渓谷。阿波踊りで退散してる。ここからの景色がなかなかすごくて。テラス席がタヌキがおしょんべんしてる。あれがピューって。あれじゃないです、お水です。下の川が本当にすごい綺麗すぎる。この川は全部このタヌキから出た水で作られています。清水ってことですか、タヌキさんの。あれです。このボケ揚げっていう揚げがめっちゃでかい。優しいようです。きつねうどんとかの揚げよりも弾力がある。味が甘めではなくて、そうなの？甘いだし、あれじゃない。お蕎麦もしっかりコシのあって太めやけど太めだね。しっかり手で切ったんだなっていうのが分かる。美味しい。美味しいお蕎麦久々。ねえ、弾力すごいやけど分厚い。この揚げはまた違う、ね。香ばしいんだね。ごちそうさまでした。汁まで飲んでしまいましたけど、よかったんでしょうか。そんなの知るか。薬味で徳島産すだち七味っていうのがあったんですけど、全然辛くはないけど、すごいすだちで爽やかなそばになりまして、焼き上げがすっごいボリュームあって美味しかったです。ぜひ。それでは今から40分圏内の中で絶景スポットに立ち寄りながら温泉に向かっていきたいと思います。はい。まずは渓谷です。渓谷です。冬はここ辺雪がすごいらしいね。多いでしょうね。かなり上の方ですし。はい、まず着きました。日の字渓谷展望所でございます。はい。駐車場がないので寄せます。すごい綺麗。ひらがなのこう火に見えるから日の字っていうらしいです。そういうことだよね。またここが水が青くなってて、すごい迫力だ。かっこいい。もう6分行ったところ 2.8 キロ先にレオダス少年がいます。レオダス少年、君のことかな。僕は少年じゃないかも。僕はもう青年青年でもないんじゃないもん。そろそろおじさんって呼ばれる頃になってくるとすら、まだだけどもう近いよ。頭おばさんって呼ばれる時期になる。私がおばさんになってもなんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃら。車を止める場所はないよね。ないよ、一瞬ほら
止める場所がない。由来があるらしくて、通り人とか昔の子供とか作業の人たちがうん度胸試しで、この岩からお小便したっていうことが由来で作られたらしいよ。なるほどね。こう止めるところがないから道端に止める人たちが多い。さっと取るぐらい。タイミングが合わないとゆっくり取ることができないかもしれません。いろんな方が僕らの後にも来たので。みんな通りすがりに写真撮って出ていくみたいな感じなの。一瞬だけ写真撮ってみたいな感じで。こんなところでお小便をしたら大変なことですから気をつけてくださいね、りょうせいくん。あみちゃんもね。なんで私？リアな。あ、ここここでいいわ。です。出ます。源泉かけ流し。松尾川温泉。12時56分に到着いたしました。ちょっと予定よりかなり早いですけど、昼風呂行ってきます。はい。ここは520円です。行きまーす。20分温泉を出まして、次はアンパンパを目指します。アンパ。うちのメイクがいつも言ってくれるやつ。アンパ。今頃アンパンマンってちゃんとやるんだって話を昨日もしたじゃん。アンパンマンがとりあえ大好きな。ずそれはいいんだけど、先に温泉の感想でしょ、そのアンパンマンとだけいつまでも引きずってんね。温泉すごいよかったね。よかった。ちっちゃい温泉だったんですけど、ちょっと俺十津川村を思い出した。奈良のね。川をもちろん見ながら入れる温泉だったんですけど、内風呂のみで一つだけ浴槽なんですが、pH が 10.2 あるアルカリ性の硫黄の香りがする単純温泉だったので、とろっとした化粧水のような温泉だったんだけど、馴染みやすいって言えばいいのかな。なんかそのずっとトロトロだっていう感じではないんだけど、すごく気持ちよかった。温度がめっちゃちょうどよかった。よかったね。結構長めに入ってる。わかるわかる。すごくいい温泉だったと思います。洗い場も割と少なめではあるけどちゃんとあったの綺麗だと、ってる。私お茶のそうお茶のボディーソープ。それを言わなきゃと思って、お茶のシャンプーとお茶のボディーソープがめっちゃいい匂いじゃなかった？めっちゃいいお茶の匂いだった。あれ欲しいって思ったもん。では今から2時間ほどかけてこっちの方に、小千市内の方ですね。はい、行ったそのアンパンマン。アンパわかりました。こちらに行ってから高知市内の方に移動していきます。はい、高知県に入りました。よろしくお願いします。お願いします。高知ですね。一応初ですね。一回も来たことないですね。ちょっとだいぶイレギュラーな位置から食い込んでまいりました、高知県に。そうだね。もうちょい下からは行く。右からとかでも上から上から右斜め上から。間違って通り過ぎましたけど、道の駅アンパに着きました。違います。アンパンマンミュージアムが併設されてる道の駅で、別に道の駅アンパンじゃないです。どうして上市のビラフがアンパンマンなのかと言いますと、柳瀬隆さんの出生地ということで、アンパンマンミュージアムがすぐ隣にあるようです。こちらにアンパンマンミュージアムがあります。ここに右にいるよ。ところどころにアンパンマンのキャラクターがありますので、ちょっと見てみます。かわいいサイズのアンパンマンだね。かわいいね。かわいい、このアンパンマン。ね、かわいい。無理です。突っ込みにくい。銅像にするとこんな感じらしいアンパンマンで。アンパンマン。僕、アンパンマン。二頭身ぐらいの顔の大きさです。マントがピラピラなってるのがいい。ちゃんと柳瀬さんの詩が書いてあるよ。歌にもなってるやつ。優しい君は行け、みんなの本当だ。夢か守るため。なんだあれは。僕、バイキンのローです。目がちゃんと光ります。あ、カビルンルンだ。
カビルンルンだ。カビちっちゃい子みんなが通るアンパンマン素敵だよな。みんなミニチュアサイズがここにあります。僕らもアンパンマンが好きだった時代があります。そうです。それが人間なのです。あ、こいつカビルンルンだ。アンパンマンミュージアムは800円で入れるみたいなんですけど、閉館が17時だったので今回は入れませんが、周りだけの銅像だけ可愛かったから満足です。あとはあそこのアンパンマンの遊具で遊んで帰りましょう。それは大人がしてはいけません。車内に戻ってまいりまして、今から晩ご飯にしたいと思います。実は前回徳島県で炊き込みご飯をしようと思うんだって話をしたんです。阿波踊りを食べた日のこと。僕は覚えていない。覚えていないの？もう阿波踊りで賞を取ったことも覚えていないの？覚えていない。ってことはあの時お腹いっぱいで炊き込みご飯作れなかったので、ここにありますのはナルト金時お芋の炊き込みご飯をして、と一品りょうくんが作ってくれるってことなので、こちらで軽く晩食をして、夜は過ごしたいと思います。らしくりょうくんがクッキングしているよ。いや、入れて食べるだけです。これは料理とは言いません。しっかり中華麺まで買ってるじゃないですか。混ぜるだけで。チンジャオロース焼きそばみたいな。チンジャオロース焼きそば。チンジャオロースに麺を入れるだけで。とりあえずビール飲んでいいか。なんでよ。なんでそんなこと言うんだよ。一緒に飲むのが普通だろ。早く作ってくれ。今作り始めてる。ひでえな。なんだけど俺が切ってるとこ取られるの。なんでよ、いいじゃん。しかも種をめっちゃ綺麗に取ってくれてる。私なら絶対種は残ってる。これにピーマンを加えるだけです。パプリカもやっぱあった方が良かったね。ピーマン。めっちゃピーマン多い。これに。どうですか？大丈夫だと思います。そうです。上ロそば。では、乾杯。はあ、久々ビール飲んだな。美味しい。ではいただきまいたす。だきます。甘い。むっちり。声ができてる。うん。甘っなるときに時。なんかそのまま蒸した時よりも甘くね。塩油とか入れたからかもしれない。ああ。うん、うん、うまい。チンジャオロース。美味しい。この麺が意外と美味しい。作ったっていうあれじゃない。混ぜただけ。うん、涙が出るほど美味しいです。もっとちゃんと料理作った時に言ってくれるそれ。確かにこの麺美味しいね。うん。今日は徳島県のちゃんと自然も堪能できたから俺は良かった。うん、絶景がね、温泉も私は気に入りました。あそこ良かったね。品質がすごくいいな。うん。こっち県も美味しいものがいっぱいあると聞いているのね。カツオだね。やっぱ楽しみだね、カツオはね。うん。ではご飯も食べ終わりまして、今日はしたいと思います。はい。これから高知の旅が始まります。高知のみまだ一度も来たことがない場所だったので、今後が楽しみです。はい。僕たちの動画が少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。徳島ありがとうございました。私がピーマン料理すると大体種入ってるの知ってる？うん、知ってる。何も言わずに君は食べるんだね。いや、まず俺、料理に文句言ったこと一回もないと。種入ってんな。食べながら食べてたんだ。ああ、種だ。僕の場合って優しさが結構トゲのあることにつながってる。あ、種だって思われてたってことでしょ。いや、聞かれたから。